ようございます。ちっちです。金沢2日目の朝は宿泊しているザ・ホテル三楽金沢さんで朝食ビュッフェです。以前こちらのホテル動画でもご紹介しましたが、地産地消にこだわったお料理が本当に豊富です。金沢の郷土料理ジブニや揚げたてののどぐろをはじめとした天ぷらやお寿司、品数が多すぎてどれから食べるか迷ってしまいます。一品一品丁寧に作られていて、朝から心も体も満たされます。と実は今朝、朝食をいただく前に少し早起きをして行ってきた場所があるんです。金沢に来たらずっとやってみたいと思っていたこと。それはいつも旅を共にしてくれる愛車を金沢の美しい街並みの中で撮ってあげること。人が少ない朝の時間ならゆっくり撮れそう。そう思って静かな朝を選びました。やってきたのは観光でも人気の西茶屋街。夫婦揃って車好きの私たちにとって愛車は単なる移動手段ではなく大切な旅のパートナー。金沢の落ち着いた格子戸の風景に愛車の赤がしっくりと馴染んでいく。この瞬間を切り取ることができて早起きした甲斐がありました。次はもう一つの茶屋街へ向かいます。ホテルから歩いて東茶屋街へ。金沢はゆっくり歩くだけでも楽しい街で、歴史ある趣のある建物が立ち並び、歩くだけでタイムスリップしたような気分になれます。たくさん歩いて一休みしたいなと思っていたら、東茶屋街の裏通りにゆっくり休めそうなお店を見つけました。明治44年創業の和菓子の老舗村上が手掛ける古民家カフェ飴屋むすびさん。もちもちの白玉と抹茶とあんこの旨味のバランスがたまらない一品でした。お土産を買うために近江町市場に戻ってきました。ちなみに皆さんは旅先で見かけると思わず食べてしまうものってありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。お土産をご紹介しましょう。まずは金沢プリン亭のとろけるような滑らかさの金沢プリンと特別な卵を使用した白い純白、
フルーツたっぷりの友禅プリンもおすすめですが、その季節にしか食べれない季節限定品もおすすめです。そしてちょっとしたお土産にもぴったりの甘納豆川村の甘納豆。種類がたくさんあって迷いましたが、2階のカフェで食べて美味しかった雪手棒にひよこ豆、能登大納言などを購入しました。そして近江町市場の百枚商店ではフルーツやアールグレーのビール、そして同じく近江町市場の手押し棒寿司集落さんの棒寿司、種類がたくさんあって、我が家はのどぐろとサバのお寿司をその日のお夕飯用に購入しました。旅先で海鮮やスイーツを買いたくても帰る時間や送料を気にして我慢することってありませんか？今回ずっと気になっていたポータブル保温冷蔵庫とポータブル電源を導入してみました。これがあると旅先で買った生ものも安心して持ち帰れるし、好きなタイミングでお買い物できるので本当に便利。しかも停電や災害時にも使えるので防災にも使えると購入を決めました。詳しくは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はご覧になってみてください。今回の旅は金沢の美味しいものや街の空気をたっぷり楽しむことができました。また皆さんと一緒にいろんな景色や美味しいものを楽しんでいけたら嬉しいです。よかったら高評価やシェア、チャンネル登録して応援してくださいね。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。